こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、悩みの9割は主語がでかすぎるからというお話です。皆さんは夜眠る前なんかに、この先どうなるんだろうって漠然とした不安に襲われることはありませんか？実は、あなたの抱えているその悩みの9割は、内容が自分のサイズを大きく超えてしまっているから発生しているんですよね。例えば、日本の経済はこの先どうなっちゃうんだろうとか、老後の資金は本当にこれで足りるのかなとか、世間から自分はどう思われているんだろうとか、僕たち HSP や内向型の人間はものすごく真面目で想像力が豊かな気質を持っています。それゆえに、こうした巨大な主語の悩みを無意識のうちに自分の肩に全部背負い込んでしまいがちなんですよね。しかし、ここではっきり言わせてください。そんな自分一人ではどうしようもない重い荷物を背負い続けたら、心が潰れてしまうのは当然です。そこで今回は、僕が日々実践している悩みのダウンサイジング、つまり悩みのサイズを小さく縮小する方法について、じっくり解説します。これを聞き終える頃には、夜眠る前のあのモヤモヤとした漠然とした不安が、すっと消えてなくなっているはずですよ。まず最初のポイントとして、なぜ巨大な主語は僕たちをこんなに苦しめるのかというお話です。日本の未来や実体のない世間の目を気にすると、どうしてこんなに息苦しくなってしまうのか。答えはものすごくシンプルです。それは自分では1ミリもコントロールできないからなんですよね。僕たちがどれだけ毎日のニュースを見て心を痛めて SNS で不安をつぶやいたとしても、国の政策や経済の動きがガラッと変わることはありません。どれだけ他人に気を使ってビクビクして生きても、世間という実体のない化け物の評価を自分の思い通りに操作することは不可能です。自分ではコントロールできないものを何とかコントロールしようとする、この理想と現実のギャップこそが、僕たちが感じる不安とストレスの本当の正体なんです。社会の表舞台である A 面のメインストリームの世界では、社会のために動きなさいとか、将来のために今を犠牲にしなさいと、大きな主語で語ることが正義だとされます。しかし、刺激に弱くてデリケートな HSP がそれを真に受けてしまうと、脳のメモリがあっという間にパンクしてしまいます。だからこそ僕たちは意図的に自分の意思で悩みのサイズをギュッと縮小しなければなりません。じゃあ、その悩みのダウンサイジングの具体的なコツは何かというと、思考の時間と空間の範囲を自分の手の届くところまで極限まで狭めることです。まず、時間のダウンサイジングです。30年後の老後資金が不安だなと悩むのをやめて、今日の夕飯何を食べようかなと考えてみる。次に、空間のダウンサイジングです。世間の目が気になる、どう思われているんだろうと悩むのをやめて、一緒に暮らすパートナーが今日笑ってくれるかに集中してみる。もし、老後の資金がどうしても不安なら、まずは僕がいつもお話ししているような月11万円でご機嫌に暮らすスキルを身につけて、余ったお金を淡々と NISA などのインデックス投資に回す仕組みをカチッと作ってしまう。ぶっちゃけ、それだけで対策としては100点満点十分です。その仕組みを一度作ってしまったら、あとは30年後のことなんてきれいさっぱり忘れてしまってください。それよりも、今日スーパーで買ったお肉をいかに柔らかく美味しく焼くか、それだけに全神経を集中させてみてください。今ここにある自分の手が確実に届く範囲の課題だけにフォーカスする。これこそが重たかった人生を劇的に軽くするための一番の秘訣になります。そこで、僕が人生の中で一番大切にしている言葉の一つが、半径1メートルの平和という考え方です。世界平和や社会の大きな問題を本気で祈る前に、まずは自分自身の心と体を心地よく整える。そして、自分のすぐ隣にいる大切な人、
僕の場合は一緒に暮らすパートナーをとにかく大切にする。この自分の周りの半径1メートルの聖域さえ平和に保てていれば、僕たちの人生はもうそれだけで100点満点なんです。こういうお話をすると、もしかしたらそれって自分勝手で自己中心的なんじゃないかと思われるかもしれません。しかし、海で自分が今にも溺れかけてアップしているのに、遠くの誰かを泳いで救いに行くことなんて絶対にできませんよね。まずは自分が高度1メートルの低空飛行で安全に心地よく生き延びること。自分のコップにまずは水を満たして、そこから溢れ出たきれいな水で初めて周りの他人を潤すことができるようになるんです。だから、まずは自分を最優先に満たしてあげて大丈夫なんですよ。僕たち HSP や内向型の人間は優しすぎます。だからこそ、世界中の悲しいニュースや他人の不安の電波をすべて高感度な受信機でキャッチしてしまいます。でも、もうその疲れる受信機のスイッチはパチッとオフにして大丈夫です。日本の未来や大きな主語を背負って戦うのは、そういうのが得意なエネルギーの有り余っているタフな人たちに全部お任せしちゃいましょう。僕たちは社会の喧騒から一歩降りた B 面の静かな世界で、自分サイズの小さな愛おしい暮らしを静かに守り抜く、どうでもいい世間の常識や見栄をすべて削ぎ落として、本当に大切な半径1メートルの人や物だけを深く丁寧に愛する。生きていくためにはそれで十分すぎますよ。さあ、皆さんも肩にぐっと食い込んでいるその重すぎる荷物を今すぐ床に下ろして、今日は美味しい夕飯を食べましょう。というわけで、今回は悩みのダウンサイジングについてお話ししました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。